さつきは草壁家の長女で小学6年生の女の子。年齢は12歳。当初の設定はさつきとメイの姉妹ではなく5歳の一人っ子だったが、同時上映「蛍の墓」の尺が伸びたため、宮崎監督が高畑監督への対抗心を燃やし、尺を長くする方法はないかと考え、子供を姉妹にする方法を思いついた。5歳の一人っ子は10歳と4歳の姉妹に変更され、その後しっかり者すぎるため、さつきは12歳になった。初期ポスターのさつきでもメイでもない女の子は一人っ子設定の名残。鈴木プロデューサーによると、さつきの人物像には病弱な母に代わって兄弟の面倒を見ていた宮崎監督自身の少年時代が反映されている。声優は日高のり子さんで、日高さんのお気に入りのシーンは姉妹がトトロに捕まって空を飛ぶシーン。セリフは私たち風になってる。メイは草壁家の次女で好奇心旺盛な4歳の女の子。映画のパンフレットによると、メイは自称が定着したもの、本名は不明。さつきとメイに影がないことや、木の上から母親を見ていることから2人は死んでいるのではとの都市伝説が広まったが、スタジオジブリによって否定されている。エンディングでは母親が退院し、さつきは母親役から解放されて普通の子供と同じように遊び、メイは赤ん坊の面倒を見て成長する様子が描かれるが、姉妹とトトロが一緒にいる絵はない。これは宮崎監督によると、姉妹とトトロが一緒にいる絵は恋に外したとのこと。宮崎監督曰く、そこにとどまると人間界に戻れなくなる。その後はトトロに会わなくていい。トトロたちとは一度会っただけで十分なんですと語っている。メイの声優は坂本千夏さんで、風の谷のナウシカの少年役の担当。大トトロの初期設定の名前はミミンズクで、年齢は1302歳。トトロは駒に乗って飛ぶが、駒はなくても飛べる。駒は江戸時代に一緒に遊んだ男の子から教えてもらった。駒で飛ぶ理由は楽しいから。メイがトトロいたんだよと言った時に、さつきがトトロって絵本に出てたトロルのことをと聞く。その絵本は3匹のヤギで、エンディングに出ている。メイが迷子になってしまった際に、さつきはトトロのところへ行き、お願いメイを探してと言って涙を流す。トトロはボーロロロロロロと叫び声を上げる。これはかわいいと叫んでる。宮崎監督曰く、トトロには深い考えがあるわけではなく、単純にさつきをかわいいと思ったから助けてあげることにした。そしてメイがすぐそこにいるのは分かっているから猫バスを呼んであげた。ただそれだけ。中トトロの初期設定の名前はズクで、年齢は679歳。小トトロの初期設定の名前はミンで、年齢は109歳。トトロの名前の由来は所沢にいる隣のお化けが短縮されたもの。ちなみに隣のは隣に立っているではなく、住んだところの隣の山にいるという意味。もののけ姫のエンディングに登場する子玉が後のトトロ。映画は興行的には振るわなかったが、日本テレビの金曜ロードショーにより人気作品となり、ぬいぐるみ等のグッズが大ヒットし稼ぎ頭になったため、スタジオジブリのシンボルマークとしてトトロが使用されるようになった。猫バスはもののけ専用のバスで、化け猫が松号に走っている東電鉄のバスを真似て変身したもの。猫バスの初登場シーンは、夜に外でさつきがお風呂の薪を抱えている時の薪を吹き飛ばすトップ。その時さつきには姿が見えていなかった。昔はカゴ屋に化けていたが、バスを見てからはバスの姿や行動を真似るようになった。メイを探しに行くシーンで、猫バスが行き先をメイと表示する場面は、宮崎監督曰く、映画を見ている小さい子にとってはメイと出した方が絶対安心するから安心させてあげようっていう演出ですとのこと。メイと出た瞬間のあのハッピーエンドの予感は宮崎監督の優しさ